どうもこんにちは。一の船入りのギーと申します。で今日はですね、シューマイと簡単ですけども、シューマイなんです。私は、横浜中華街生まれで中華街で育って、小さい時から、昔は中華街は、そんなに裕福じゃなかったので、ミルクを買うお金もなかった時代でございます。ラーメンのスープを飲みながら育ってきました。ですから中華街の人っていうのはやっぱりその時から赤ちゃんの時から中華の味を知っていくというような状態でございます。中華街でシューマイといえば、清風楼のシューマイかミーアンのシューマイって言われたんです。私の実家はミーアンっていうところでございます。今はもうありませんけども、でうちの親父はですね、やっぱり清風楼さんと戦うためにシューマイを作ろうということで一世風靡したシューマイ、玉ねぎとひき肉だけで作るシューマイです。お肉の、甘さとですね、玉ねぎの甘さが交わって、で、もうこのレシピは言いませんけども、約20種類ぐらいのレシピで作ってる、少しだけ、少しって言ったらおかしいですけども、普通のシューマイより美味しいというような、ものを作っていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まず玉ねぎ、みじん切りですね。みじん切りにしていきます。もうこのぐらいですね、細かくするぐらいですね。あんまり細かくすると玉ねぎが溶けてしまうので、蒸してる間ですね、やっぱり玉ねぎの食感残したいので、あんまり小さくはしないようにしてください。で、大体美味しいのは小さい大きいが入っているのが一番いいですね。シューマイとかっていうのは何ていうんですか、子供の頃からお手伝いとか作られたりはしてたんですか？僕小学校5年の時からシューマイ作りを、親父がシューマイを作るということで、兄貴とシューマイ2人でシューマイを3人でシューマイの味を毎日試行錯誤をしながら考えていました。そうなんですね。はい、これね、できる人いないんですよ本当に。あ、そうなんですか。いや、みんなにやらせたらもうガタガタですよ。僕はもうずっとこれでシューマイをこれでずっと作ってたんで。はい、だいたい出来上がりましたですね。このぐらいの玉ねぎを、100g、 このぐらいの大きさですね、 100g、 それとこのぐらいの、もっともっと細かくした玉ねぎを混ぜていきます。2種類の大きさの玉ねぎ。そうですね、はい、そうですね、2種類の大きさの玉ねぎですね。じゃあ玉ねぎは切りました。お肉を用意しておきます。2度引きの豚ミンチです。じゃあまず卵を入れていって、はい、それと合わせ調味料ですね、入れていきます。お砂糖、お塩、お醤油、お酒、生姜、ごま油、それだけですね。はい、入れていったら、こうやってお肉を少しずつこうほぐしてあげて、はい、練っていきます。そのお肉は冷たい状態がいいとか常温とかそういうのはあるんですか？冷たい状態でやります。はい、少しずつ馴染んでいったら少しずつかき混ぜてあげる、これが大事ですね。はい、コロナの時はもう注文が1日2000個ぐらい来るんですよ手作りでずっと。でこうやってお肉を、練っていきながら馴染んでいったら、調味料が馴染んでいったら練っていきます。こうやって約10分ぐらいこうやって練っていくんですね。はい、こればっかりやらされてました、僕は若い時は。練る時のコツみたいなものっていうのはコツはですね、こう練りながらこう拾いながらですね、肉を拾いながら手のひらで、ここですね、この部分で押し付ける。あったかいと肉がうまみ成分が全部逃げてしまう、べちょってしてしまうんで、生き物と一緒です。バーッとさばいて魚とかある程度こう固めるぐらい冷やしたら美味しくなるんですね。だから、お肉も一緒です。
ぬるいともう美味しくないですね。ステーキなんかでもある程度冷たさで冷たくして焼くと肉汁が飛ばないっていうのかな。僕3年ぐらい高級焼肉でプロデュースしたんですけども、常温の肉で焼くとうまみがすごいなくなるんです。これびっくりしました。出してきてちょっと経ってから常温になる、このなんていうのかな、中間ぐらいかな、中間ぐらいが一番美味しいな。あんまり冷たすぎたら絶対ダメですよ。だんだん肉が練られてきました。肉がだいたいさっきのいろんな色からこうだんだんピンク色になってきました。もうちょっとですね、肉の繊維をですねちょっと、潰していく、押し潰す、これが大事なんです。はい、肉がついてきた手のひらにつくぐらいですね。はい、もっと練りましょう。練れば練るほどシューマイ、柔らかいシューマイもありますけども、僕はやっぱりうちの実家のはやっぱり硬いシューマイですね。はい、お肉っていう感じですね。これはよく練った方が硬いシューマイ。そうです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 。それと、後ほどお教えしますけども、その中に入れる成分ですね、これもやっぱり固まる。はい、大体こんな感じですね。こう叩くっていうのも大事なんです。この音ですね、この音が大事なんです。練りが足んないとこの音が出ない。はい、じゃあ、はい、練り終わりました。そうしたらですね、玉ねぎ、先ほどみじん切りですね、こうボウルに入れていきます。そしてそこにですね、片栗入れていきます。でこれで少しこうなじませていく。片栗、玉ねぎの水分を出さないようにするためです。はい、なじましていった。はい、そしたらここに入れてですね、なじましていったらここに入れて、これをですね練るんじゃなくて混ぜ合わす。お肉と玉ねぎを混ぜ合わす。そうするとこのぐらいカチンカチンのシューマイができます。そうすると大体ですね、もう肉の繊維がなくなってますね。はい、これで本当はですね、1時間2時間はですね冷蔵庫で眠らせていただいて肉を締めてほしい。そうするとシューマイを握った時シューマイの形になるんですね。肉があまりにもこう厚いとぬるいとシューマイの形にした時にだらっとこんにちはをしてしまう。だからそれを防ぐために蒸してる間でもこんにちはしてしまう。それを防ぐために冷蔵庫で1時間か2時間寝かせる。それから握ってください。そうすると美味しいシューマイができます。玉ねぎも、なんていうんですか、馴染んでいきますんでね。はい、今日の動画を楽しんでいただいた方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。このですねシューマイの皮も横浜中華街から僕は作ってもらって送ってもらっています。特別な皮です。これで握っていきます。そしたらですね、お肉をここに手のひらに置きます。こう指のところですね、置いていただいて、ある程度お肉を、僕はだいたい 45g から 50g のお肉、ジャンボシューマイですね、これを刺していただいて上に持ってってこう丸めながらこう下の方にこう持ってくる。丸めながら、それで刺しを止めて、この指と親指で押さえてこう真ん中に持っていってまっすぐ滑らかに、真ん中に持っていってまっすぐ真ん中に持っていって、で大体こういうシューマイ。もう大体グラム数が分かるんでね、自分で何十年もシューマイ握ってたんで。昔から大きさは変えられてないんですか？そうですね、僕は変えてません。はい。で大体ですね、このシューマイ自体がですね、なんていうのかな、大きいので3つ4つ食べるともうお腹いっぱいになる。
こういうシューマイを作りたかったとうちの親父が言ってましたんでね。だからせいろに本当だったら10個ぐらいあるんですけど6つぐらいしか入らない。そのぐらい大きいシューマイ。大体大きさ一緒ぐらいでしょ。そうですね。でもはい。もうシューマイはずっとこの何ですか一つのレシピというか。そうですそうです。これだけで、それでその中でレッドペッパーのシューマイ作ったりとかですね。そんな開発もしますね。あとトリュフのシューマイとかね。はい。これがまたすごい絶賛なんです。あ、そうです。はい。残念ですけど今日はオーソドックスなシューマイで申し訳ない。いい。はい。はい、どうぞ蒸してください。はい。これ今大きいですけど蒸し時間はどのぐらい？だいたい10分から12分です。はい。いただきます。どうぞ。僕が取りましょう。いいですか？はい。だ大きいですーね。大きいでしょ。すごい大きいですね。ではこちらさせていただきます。ではまずこのままいたはい、だきます。行ってください。硬くもなく柔らかくもなく本当に美味しいですね。美味しいでしょ。この玉ねぎのちょっとゴロッとが、食感がはい残っていて、すごい何か食感もいいですし、あと甘さも、あるでしょ。はいあれですよね。ホタテとかも全然入れてなくて、なんかお肉と本当にそう玉ねぎだけでこんなに旨味のたっぷりのものが。で皮もしっかりついてるし、はい。普通こんだけ大きくすると皮取れちゃうんですね。馴染まない。この今回材料すごいシンプルだったんですけど、はいその中でここまでのなんていうんですか違いを出すというか、一番のポイントっていうのはどこになるんですか？肉の練り方違うかな。肉の練り方だと思います。今言われたように硬くもなく柔らかくもなく、なんか食感もあって、これ一番肉の練り方だと思います。すごいですね。これいろいろとご用意していただいたんですけど、何もつけなくても美味しいですけど、まあちょっとつけてみますね。まずね、からしつけるでしょ。ドーンとつけてもらって、お醤油入れる。酢醤油からし。でこれでからし練って、はい、わーっと一緒に中にもう練り込んでください。はい。じゃあこれで、そうでちょっとつけて食べてみて。少しこれをつけて。白いご飯少しちょうだい。白いご飯。はい。またこれは違って美味しいですね。美味しいでしょ。はい。からしのちょっとピリッとしたところもきますし、酢の酸っぱさもあるし、はい、合わさって、そこにでもやっぱりこの玉ねぎの甘さがすごい引き立ってますね。大体3つ食べてお腹いっぱいになるでしょ。なりますね。なおかつ白いご飯食べるわけですよ今。ありがとうございます。例えば白ネギと、干し貝柱入れてもいいし、はい、で自分の味でやって練りがやっぱり大事。これお肉2度引きっていうふうにおっしゃってましたけど、それも何かそうすることによる練りやすくなるから。あ、そういうことなんですね。粗い肉だとなかなか練れない。はい。すべてじゃあこの硬さをちょうどいい硬さにするためのその調理の工夫というか。そういうことなんですね。でシューマイ1個取って、はい。で醤油辛子をべったりつけて、べったりつけて、でご飯の上にこう置いて、置いて、もうバーッと醤油いっぱい塗ってご飯にこういうことですね。それでシューマイ食べて、シューマイを食べて半分バカッと食べて、でご飯食べて、最高でしょ。最高でしょ。どっかの宣伝みたいでしょ。これも最高ですね。これ僕はちっちゃい時これをずっとこうやって食べてたね。あ、そうなんですね。これが最高なんですよ。これ最高ですね。ご飯にもお醤油の味がちょっとあって。そうシューマイとご飯、シューマイライスって関東行ったらいっぱいありますからね。じゃあ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、私は、京都で、お店をやらせていただいて25年になります。ようやくですね、世界に認められた、中華料理になってきました。というのは創作中華でやっております。フカヒレ料理がすごい自慢です。フカヒレ料理をぜひとも一の船入りに召し上がりに来ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。